はい、GD ワインの服部です。よろしくお願いいたします。今日はね、イタリアの土着品種を楽しもうということで、ご紹介する品種はですね、ベルナッチャ・ディ・サンジミニャーノですね。こちらですね、イタリアのトスカーナ州の土着品種となりますね。イタリアワインご存知の方であれば結構知ってらっしゃると思うんですけども、ベルナッチャっていうのは、イタリア結構いろんなところで取れます。黒ぶどうもありますしね。なんですけども、1937年にですね、このベルナッチャ・ディ・サンジミニャーノというのは、他のベルナッチャとは違うブドウ品種ですよということになりまして、他のベルナッチャもですね、地名がついてるんですけれども、あくまでベルナッチャではなくて、ベルナッチャ・ディ・サンジミニャーノというふうに言われています。で、このね、サンジミニャーノはですね、13世紀ギリシャから来た説と、それからですね、イタリアのリグリア州の方からですね、来たというですね、説があります。どちらにしてもね、サンジミニャーノに関しては、今、トスカーナ州で作られている土着品種で、このサンジミニャーノがですね、ベルナッチャの元祖というふうには言われています。でね、この語源なんですけれども、他のベルナッチャも同じです。ラテン語でですね、ベルナクルムというね、これね、ネイティブっていう英語で意味なんですけれども、こちらからですね、派生した言葉でベルナッチャというふうになっています。で、特徴としてはですね、バランスがいいのと、やっぱ白い花系であるとか、桃、あとですね、飲んだ時にですね、最後の方に少し苦味っていうのもありますけれども、それほどね、果実味がこう、ドーンという形ではなくって、どちらかというとですね、飲みやすい、料理に合わせやすいようなブドウ品種となっています。で、このサンジミリアーノなんですが、これまでですね、この地域に関しては、当然イタリアのトスカーナなので、キャンティに結構押されていたというふうに聞いてますが、1993年に、これ今日 DOCG 全部そうなんですけれども、DOCG まで昇格させて、今ですね、盛り返しているところになります。で、サンジミリアーノはね、世界遺産の街ですね。古いですね、塔がですね、いっぱいある街なんですけれども、そちらのね、世界遺産の付近で作られるブドウ品種となっています。今日ね、3本でお持ちしてますけれども、まず1本目がですね、ワイナリー名がホンタレオーニです。で、ワイン名がベルナッチャ・ディ・サンジミニャーノですね。ヴィンテージ2019年です。こちらはですね、ステンレスのみで作っていますね。で、2本目ですけれども、まずこちらですね。こちらですね、ワイナリー名がファルキーニっていうね、ワイナリー名です。ファルキーニはサンジミニャーノのですね、町からね、歩いて行けるぐらいの場所にあります。で、遠くないですね。そこの生産者になります。こちらね、熟成にね、少しね、樽を使っていますね。ワイン名がですね、アブビニア・ドーニ、ベルナッチャ・ディ・サンジミニャーノってあります。で、ヴィンテージがね、2017年です。で、こちらの3本目のワインはですね、同じね、ファルキーニのワインなんですけれども、最高峰のワインで単一畑のものになります。で、ヴィンテージは2015年ですね。で、ワイン名がですね、ベロナッチャ・ディ・サンジミニャーノ・リゼルバーですね。でね、最後にですね、畑の名前ですね、ソラティオっていうね、畑の名前が書いてありますので、ベルナッチャ・ディ・サンジミニャーノ・リゼルバー・ソラティオっていうね、ワインです。それではね、テイスティングいきます。で、色なんですけど、基本的にですね、ベルナッチャは薄いですね、麦わらっぽい色をしていますが、樽をね、ちょっと使ったりとか熟成をすることによってですね、1本目から3本目に向かってですね、少しずつですね、金色がかったようなね、ものになっています。はい、1本目からいきますね。白桃の香りがしますね。あと、蜂蜜系の香りもします。アーモンドっぽい香りもしますけどね。で、アタックなんですけど、心地よい酸味ですね。で、少しね、奥の方に、レモンみたいな風味がありますけれども、バランスはいいですね。で、飲んだ後に少し苦味というのを感じます。はい。ではね、2本目いきますね。あまりですね、香りは強くないですが、やはり白桃とですね、少しマンゴーみたいな香りもしますね。トロピカル系の香りがします。アタックはね、分厚いですね、少し。熟したね、黄色い果実、パイナップルですかね。そういったものが広がります。あと、
樽だと思うんですけど、少しバニラ香とかですね、感じますね。で、最後にやっぱりね、苦味ですね。これアーモンドみたいな苦味があります。2本目はね、全体的に層がね、少し厚いですね。それではね、3本目いきますね。で、香りはね、桃というよりかは、どちらかというとですね、洋梨に近いですかね。熟した洋梨ですね。あとは少し甘い風味がしますけど、全体的に黄色い果実の熟したものですね。あとアーモンドの香りもします。アタックですけども、完璧なバランスですね。とってもね、分厚いんですけど、先ほどの黄色い果実系のものがですね、あるのと、酸味と苦味もね、今、とってもいい状態であります。で、樽も効かしてはいると思うんですが、そこまでね、強く感じません。多少ね、バニラのヒントはありますけれども、で、最後に少しね、砂糖水につけたレモンみたいなですね、そんなね、風味もあります。3本目はかなりシリアスなワインだと思いますね。美味しいと思います。はい、GD ワインの服部です。今日はありがとうございました。今日はね、トスカーナ州のね、世界遺産の街ですね、サンジミニャーノで作られるベルナッチャ・ディ・サンジミニャーノをね、ご紹介させていただきました。こちらはですね、とってもね、バランスがね、命というか、いいですね。食事にも合いますし、値段もね、手頃です。これも1000円台ですからね。ですので、レストランとかで迷った時にね、選んだら間違いないかなというようなものだと思います。で、今日ね、このフレッシュなもの、いわゆるステンレスのものと、それから樽のもので作ったものを飲んでみたんですけど、個人的にはね、このステンレスで作った方が好きですね。樽は樽でいいんですけれども、どうしてもちょっとバニラ粉とか入ってしまっていて、私はこのストレートなベルナッチャの方が好きです。どちらにしてもね、ベルナッチャの特徴ですね、っていうのは出てるかなというふうには思います。他にもね、こういった動画ありますので、ぜひチェックしてみてください。それでは、失礼いたします。